皆さんこんにちは、ミーパーキングです。本日はホンダの新型シビックをご紹介していきたいと思います。このお車は以前から何度もリクエストをいただいていた車で、私も調べれば調べるほどこんな魅力的な車だったのと驚いてしまうほどのそんな一台となっています。シビックっていう名前は知ってるよという初めての方もこの動画を見ていただければ私のようにどっぷりハマってしまうような素晴らしいお車になっているので、ぜひ最後まで一緒に見ていただけると嬉しいです。それでは早速スタートです。本日ご紹介するグレードは EX という最上級モデルとなります。全長 4550mm、全幅 1800mm、全高 1415mm、燃費は WLTC モードで 16.3kg です。この新型シビックはこれからご紹介しますが、ホンダ社で世界初採用したものを組み込んだり、今までの感覚をガラリと変えるような新しい形に仕上がっています。世界的にもとても人気が高いお車で、今回のフルモデルチェンジは相当気合が入っていることがひしひしと伝わるような素晴らしいデザインになっているので、まずは詳しくエクステリアから見ていきましょう。まずフロントですが、この切れ長で鋭いヘッドライトにハニカム状のグリルといい、とてもスポーティーでかっこいいフロントマスクとなっています。このヘッドライトは消灯時に黒くなるようにデザインされていて、このグリルとの一体感、デイライトといい、すごく勇敢な戦士のようにも感じられます。さらにヘッドライトを点灯すると、通常時は中央だけが点灯しないように、まるで黒い瞳を作るかのようなデザインに仕上げられていて、昼夜問わずいつ見てもオーラを感じさせてくれる作り、これはすごく頼もしくてかっこいいなと感じました。ライトを点灯するとこのように点灯し、デイライト付きのフル LED 仕様となっています。このお車はロービーム、ハイビームの他にミドルビームという運転手は見やすいけど歩行者が眩しくならないような中間のパターン設定もあり、やっぱり勇敢な戦士は優しさも持ち合わせていますよね。実はこのワイパーにも秘密があって、窓が少し汚いからウォッシャー使おう、うわ、前が見えないという経験、皆様一度はあるかと思うのですが、このシビックは実はワイパーからウォッシャー液が出る仕組みになっているので、このように視界を遮らずに効率よく汚れを落とすことができるようになっています。それでは次にサイドを見ていきましょう。サイドはこのような感じで、前高を抑えた低重心ボディにロングノーズ、クーペスタイル、大型アルミホイールといい、とても美しいサイドフォルムとなっています。特にこのくっきりと一直線に入れたプレスライン、すごくサイドを伸びやかに、そして強さを表現していて、 SUV 好きの私もほんとうっとりしてしまうくらい美しいなと感じました。そして気づいた人もいるかもしれませんが、実はドアハンドル部分は鍵穴が見えないデザインになっていて、このスッキリ感もこだわりを感じますよね。タイヤは18インチです。このブラックとダークグレーで構成されたスポーティーで高級感あるデザイン、すごくかっこいいですよね。給油口は左側についていてプッシュ式になっています。それでは次にリアを見ていきましょう。リアはこのような感じで薄型の先進性漂うリアコンビネーションに開放的で大きなウィンドウガラスといい、とても爽快でかっこいいリアスタイルになっています。特にこのダックテール風のちょこんと跳ねたこの部分、以前の動画でもご紹介したことがありますが、この全体をスポーティーに見せるデザインセンス、とても重要な役割を果たしているのにすごく可愛いですよね。もちろんマフラーはダミーではない高級感のある仕上がりになっていて、メッキパーツがない分すごく存在感を放って、これは上品だなと感じました。ライトを点灯するとこのように点灯し、このポジションランプの角張った造形、すごくかっこいいですよね。トップランプはライン状のカスタムしたようなデザインになっていて、これは見た目も視認性もバッチリですよね。それでは次に気になる内装を見ていきましょう。内装はこのような感じで、ブラックベースを基調としたとてもレトロミックスなかっこいいデザインになっています。ここにはホンダ社初採用のメタルパーツなど、ただ高級感を出すだけではなく味のある雰囲気をミックスさせた全く新しい世界になっているので、詳しくその全貌を見ていきましょう。まずフロントには9インチのホンダコネクトディスプレイが搭載されています。
こちらのナビはスマホでエンジンをかけたり、車内 Wi-Fi が使えたりという7つのコネクテッド機能が装備されていて、それらが使用できるナビが標準で装備されているのはとても嬉しいですよね。そしてそのナビの後ろには BOSE スピーカーがついていて、なんとここだけではなく全部で12個のスピーカーが設置され、全ての席で臨場感のある美しい音を楽しむことができます。ここには世界初採用のメッシュタイプのメタルパーツが綺麗に伸び、この中はほとんど見えないんですが、エアコンの吹き出し口が設置されています。これは 100% デザインに命を捧げたというわけではなく、この見えないルーバー内部は開口角度が通常よりもとても広くなっていて、顔が直接風に当たらないように頭上方向に向きを変えたり、また寒い日は温風が膝上に当たるように角度を変えたりと、デザインを気にする必要がないからこその自由度が増した作りになっています。また今回の売りはまさしくこのデザインも上位に入ってくるんですが、この何とも言えない懐かしいレトロ調にも感じる作り、皆さんどうですか？そしてその中央には四角くデザインされたハザードボタンがついています。さらにその下には薄型のエアコンソースパネルが設置され、温度調整、風量調整はダイヤル式となっています。ダイヤルはイルミネーション付きのものが採用され、ダイヤル側面が加工されているおかげもあって、とてもキラキラとしたおしゃれな雰囲気になっています。そして仕事にお疲れの皆様、耳を澄ませてぜひ聞いてほしいんですが、このダイヤルを回した時の操作感とクリック音、これはすごく心地よさすら感じます。ここには運転席助手席用のシートヒーターも備わっていて、3段階で調整することができます。さらにその下にはアクセサリーソケットが1口と USB ポートが2口ついていて、ここにはなんと標準でワイヤレス充電器がついていて、このように置くと自動で充電される作りになっています。そしてその後方には本革巻きのシフトレバーがついていて、バックギアに入れるとこのような音が鳴り、周囲を確認することができます。隣にはドリンクホルダーが備わっていて、みーちゃん、装備も気になるけど、この台座部分もすごく気になるよ。これは新しい素材でできた樹脂製のものになっていて、指紋がつかず、また傷も目立ちにくいという特性を持ち、見た目はカーボンのようで光沢感もしっかりあり、これは見た目もよくお手入れ含めすごくバランスが取れていていいなと感じました。そしてここにはドライブモードのセレクトスイッチがついていて、ノーマル、エコ、スポーツと好みの走りを簡単に操作することができます。ここにはもちろん電動パーキングブレーキとオートホールドのボタンも備わっていて、さらにその後方にはレッドステッチが入った大きなアームレストがついています。中は収納空間になっていて、深さも幅も十分にあり、また側面にはラバーマットのようなものが貼られていて、これはすごく使い勝手が良さそうだなと感じました。それでは次に運転席周りを見ていきましょう。ハンドルは本革巻きで握りやすく、レッドステッチが入っていてすごくスポーティーな印象です。ハンドルの左側でオーディオ関係とメーター左側の操作ができ、右側はクルーズコントロールと右側のメーターの操作ができるようになっています。ここにはパドルシフトもついているので、スポーティーな走りを楽しみたい方には嬉しいですよね。ハンドルの調整はここのレバーを下げて前後上下に大きく調整することができます。エンジンスタートスイッチは運転席の右側についていて、エンジンを始動するとこのように動き出します。メーターはフル液晶ディスプレイになっていて、この大きな画面すごくワクワクしてきますよね。メーターも二眼タイプとバータイプの2種類から選択できるようになっています。この新型シビックは高級感やレトロ感といった雰囲気はもちろんのこと、こういう先進装備を兼ね備えている魅力も持っていて、もうここまで見ていただいた時点で結構心が動いちゃいますよね。それでは次にシートを見ていきましょう。シートはこのような感じでプライムスムースとウルトラスエードという EX グレード専用の特別シートになっています。シートに座った感じもとても良く、程よい硬さとホールド感も感じられ、すごく快適な印象です。シート調整は運転席助手席ともに電動で調整することができ、運転席だけでなく助手席も電動でできるというのはすごくついていてありがたい機能ですよね。
それでは次にドア内側を見ていきましょう。ドア内側はこのような感じで、ソフトパッドにグロスブラック、レッドステッチに新素材と、とても高級感を感じる上品な仕上がりとなっています。ここのグロスブラック内側はなんとレッドのアンビエントライトが搭載されていて、この輸入車のようなデザイン、これはすごく魅力ポイントですよね。ドアを閉めた音はとても気密性が高い音になっています。中央上部にはフレームレスに近いミラーと LED のルームランプがついています。ここには SOS コールボタンもついていて、もしもの事故や急病はもちろんのこと、煽り運転の被害に遭っている瞬間にも対応してくれるこの機能、本当についているだけでもすごく心強いですよね。そしてサンバイザーは運転席助手席ともに鏡と照明がついていて、グローブボックスはゆっくりと開くタイプになっています。それでは次に後席を見ていきましょう。まずドア内側ですが、前の席とほとんど遜色のないとても上品なデザインとなっています。前の席についていたアンビエントライトが省略されたり、しっかり比べると前の席の方が勝ってはいますが、初見感覚で見れば十分上品な印象です。シートに座った感じもとても良く、足元空間は非常に広く、また頭上空間も程よくあり、これはすごく快適です。また後席のエアコン吹き出し口もついていて、残念ながら USB ポートはついていませんでしたが、ここにつけれそうな枠を発見したので、いつかはオプションとかでつけれるのかもしれません。それでは最後にラゲッジを見ていきましょう。中はこのような感じで車格相応のとても広い密室空間となっています。開口部もとても広く、なんと今持ち上がっているこのゲート部分は樹脂素材でできていて、ここは開口部を広くするために考え抜いた結果なんだそうです。ここには巻き取り式のトノカバーがついていて、邪魔になることもなくスッと出し入れができるのは個人的にとてもいいなと感じました。また床下収納もとても広く確保され、このボードが下がらないようにストッパーがあるのも本当ユーザー目線でよくできているなと感じました。そしてさらに密室空間を広げたいときは、ここのレバーを引くことで簡単にシートを倒すことができ、少し段差はありますが、ほぼフラットなシートを作ることができます。いかがでしたか？本日はホンダの新型シビックをご紹介しましたが、この上質さあふれる外観に先進性とレトロ感をミックスしたインテリアといい、とてもときめきポイントが多い1台でしたよね。ホンダさんって結構レトロな雰囲気を作るのがうまいのは知っていたんですが、こういうまるで現代のファッションのように何かと何かを掛け合わせて生まれるデザインがまた新しい価値観を生み、そこからまた新しい世界観が広がっていくんだろうなと感じました。今現在シビックに乗られている方や、また試乗した方の感想、また動画の感想などもぜひコメントに書き込んでいっていただけると嬉しいです。またチャンネル登録やグッドボタンも押していただけると動画制作の励みになりますので、よろしければお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。